どうもこんにちは、大輔です。こちらのですね、入国制限緩和シリーズ、5月から定期配信を始めてから、今回が第5回目になりました。僕のチャンネルの中で特に視聴回数が多いので、皆さんそれだけ海外に行かねばならない事情をお持ちの方が多いんではないでしょうか。そんな皆さんがですね、世界各国の渡航ハードルの実際のところはね、どうなんだということを短時間でチェックできる内容になっておりますので、ぜひ最後までご覧ください。本日の流れはこちらになります。1、日本政府の渡航緩和の対象国16カ国あります。なかなかね、思い切った緩和が見られずやきもきするんですけども、慎重派ということですよね。2番、それとは打って変わって前向きな観光産業を優先する国々17カ国本日は挙げさせてもらいます。3、その他経済結びつきが強い国ということで2カ国チョイスをさせてもらいました。本チャンネルでは世界各国への渡航緩和の最新情報をお届けしてまいります。コロナ明けの海外行き待ち望んでいる方、チャンネル登録の方お勧めさせていただきます。それではね、早速参りましょう。1、日本政府の渡航緩和の対象国16カ国あるところをね、見ていきましょう。最新の外務省発表がありました。7月29日のウェブサイトで発表されてたね、国際的な人の往来再開に向けた段階的措置についてというね、文章が確認できます。感染状況が落ち着いている国だとか地域を対象として協議調整を開始するとありますんでね、現時点の対象国としてはこちらの国々の名前が挙がっているんですね。ベトナム、タイ、オーストラリア、ニュージーランド、カンボジア、シンガポール、韓国、中国、香港、マカオ、ブルネイ、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス、台湾ということで少しね増えましたね。前回7月15日の動画でお伝えした時と比較をしますと、香港とマカオがリスト入りしました。5月末より日本政府はですね、ビジネス、留学生、そして最後に観光客という順序でね、各国の政府との間で交渉を進めていくんだという、そういう方針を発表されていましたよね。なかなかね、こちらの具体策が出てこなくてやきもきしている方っていうのが多いんじゃないでしょうか。そこに来てね、具体策、緩和策がね出てきましたね。こちら7月30日に報道された吉田外務報道官の会見なんですね。大事なところだけ一部抜粋をしてまいります。彼は会見の中でね、こんな風に言ってました。まず、タイ、ベトナムとの間について、7月29日から両国との間で14日間の自宅待機といった現行の貿易措置は維持しながら、さらにそれに加えた一定の貿易措置を課す中で、双方向の往来を再開するレジデンストラックの手続きを開催することになったということですし、今後その行動範囲を限定した形でのビジネス活動を可能とするビジネストラックについても引き続き調整を進めていくことになっております。ということなんですね。レジデンストラック、ビジネストラック。聞き慣れない方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。一言で言えばですね、PCR 検査だとか2週間の隔離措置などの一定の条件に従うことで、ビジネス目的での渡航を許可していくという枠組みなんですね。レジデンストラックはですね、長期滞在者を想定したスキーム。だから駐在員とかね、そういった方々を対象にしていると思います。ビジネストラックは短期出張者を想定したスキームということで、ちょっとね、こちらについてはまた別の機会にちゃんと動画化をして皆さんとね、もう少し深く理解をしていきたいなと思っております。ひとまずこの場ではベトナムとタイについてですね、7月の29日からまずは長期滞在者を想定したレジデンストラックの施行が開始されたというふうに理解をしておいてね、いいんじゃないかと思います。観光客としての入国が許可される見通し、確認できた国っていうのは残念ながらね、日本政府の渡航緩和の対象国にはありませんでした。アジア圏については世界的にね、コロナ感染者の数が少ないということもあって、特に慎重派になっているように思いますよね。それでは次、2番いきましょう。観光産業を優先する国々ということで17カ国ね、挙げましたけど、まずはこの中でもヨーロッパから見ていきましょう。世界的に見ても渡航制限のね、解除、特に進んでいる地域だと思います。すべての国をね、挙げることもちょっと難しいので、ここでは人口1000万人以上いて、渡航制限が解除されている国っていうのをまずはね、見てまいりましょう。こちらがありました。イギリス、フランス、スペイン、ウクライナ、ルーマニア、オランダ、チェコ、ギリシャ、スウェーデン
ということですね。ここに掲載できていない国についても渡航制限がない国がもうすでにありますんでね、詳しくは先日動画で解説させてもらってますので、そちらぜひね参考にされてみてください。欧州の状況を詳しく知られたい方に向けてはおすすめです。またですね、ヨーロッパにおいては全てが解除されているというわけではないのでね、注意が必要ということで、例えばこういったところがあるんですね。相互条約を重視されて、まだね日本からの渡航を禁止しているドイツ、この他にイタリア、ポーランド、ベルギー、ポルトガルなどが日本に対して入国制限課しているという状況になっています。ヨーロッパ以外にもね目を向けていきましょう。先日渡航解禁がなされたドバイに関して見ていくんですけど、外務省のサイトにも詳細が掲載され始めましたね。読み上げます。7月7日以降、在留資格を有しない渡航者及び観光客についても出発96時間以降に PCR 検査を受検し陰性証明を提示するか、空港で PCR 検査を受ければドバイ国際空港にて到着殺傷30日以内の短期滞在可能、こちらが発給され入国が可能になるということですので、すなわち事前の陰性証明または到着時の PCR 検査、これをね受けるといういずれかの条件を満たせば日本パスポートでの入国が許可され始めていると見ることができるんじゃないでしょうか。あとね、皆さんドバイのエアラインといえばどこが思い浮かびますかね。そう、エミレーツ航空ですよね。このエミレーツが始めたサービスが結構ユニークなので紹介しますね。彼がねエミレーツ航空だったとしましょう。エミレーツ航空は10月31日までの期間、乗客全員にあるものをプレゼントすることにしたぞ。何 ?COVID-19 保険を無料で提供することにしたんだぞ。保険ということはドバイで万が一病気にかかったとしても保証してくれるってこと？そうだぞ。この保険は医療費や隔離費用、往復便に搭乗できなかった場合の渡航費用を賄うことができるんだぞ。でも海外で病気にかかるのはちょっと嫌だな。怖いよ。やっぱね、死んじゃったら元も子もないしね。万が一新型コロナが原因で死亡した場合もバッチリ保証するぞ。はい、ということでですね、葬儀費用までカバーされるというのはね、手厚さを感じますけどね。ついにここまで来たかという感じしませんでしょうか。エアラインの立場に立てば、飛行機のチケット代を下げてお客さんをね集めるよりかは、こういった不安材料を取り除くことの方が集客に効果があるというふうに見込んでいるのかもしれませんよね。エミレーツの運航状況というのは通常の約 10% にね落ち込んでいると言われてますから、これは他のエアラインも同じなんですけども、今は各社必死な状況というのが伺えますよね。では次の国行きましょう。モルディブに関しては過去にお伝えした通りですね、観光客としての入国が可能になっている模様なんですね。リゾート施設に訪れる分には事前の陰性証明だとかね、空港での PCR 検査、こちらはねないということなんですよ。機内で配られる健康申告書なるものに記載をするぐらいのね、昔と比べての違いというともうそれぐらいみたいですね。思い切ってますよね。でもね、モルディブなんかは到着してからリゾート施設に直行してしまえば基本的に人混みに行くことはありませんからね。究極のソーシャルディスタンスなのかもしれないと。だからこそこういうことがまかり通るのかもしれませんけどね。はい、ではお次、ハワイ行きましょう。8月いっぱいに関しては現在の到着後2週間の検疫ルール、これね継続ということなんですね。9月以降の具体的な情報がまだないというところと、やっぱりね日本側の水際対策の緩和もセットでなければ観光客が戻ってくるということはないでしょうから、ハワイとしては自らの規制緩和だけではどうしようもないんですよね。実はですね、外務省の茂木大臣が7月22日の会見で日本政府として渡航緩和を検討している国にハワイですとかヨーロッパの国々を加えていきたいというふうにね話されていたみたいなんですよ。でそれに対してハワイ州のイゲ知事がですよ、7月の27日に感謝を表明したということでして、これがまた報道されてたりするんですよね。このやり取りを見てるとね、ハワイも日本頼みという点では必死なんだと思います。では次進みましょう。
丸3、その他重要国2カ国挙げさせていただきました。まずアメリカですけども、相変わらずね、パスポート入国はできるんですけども、到着後に2週間の自主隔離、こちらが必要となるという点では、前回からのアップデートは大きくはないということなんですね。ただし、アメリカはね、国内感染が深刻する一方で、対策がいろいろ進んでる国でもあるんですよ。例えばですね、PCR 検査が無料で受けられることが当たり前になっているんですね。ロサンゼルスなんかは4月の末から始めていますし、ニューヨークでもすでに浸透しているわけなんですよ。受けたい方というのは Google マップでね、最寄りの検査所を探して予約なしでその場ですぐに対応してくれるということですから、めちゃくちゃ便利ですよね。これを見るとね、何が違うと、日本みたいな感じで検査体制が整わなくなってしまうのか、どんな違いがあるのかっていうのはね、気になるところですけども、今はね、渡航制限が強くかかってるアメリカなんですけども、今後緩和が行われていく場合というのは、この検査能力がキーポイントになりますんでね、要注目といったところです。あと、アメリカ政府は7月の22日に大手製薬会社のファイザーからですね、1億回分のワクチンの契約締結されたということなんですよね。で、ここでワクチンの定価が決まったという報道がありました。1人当たり約40ドルということで、日本円にすると4200円ということですね。この他ですね、イギリスのアストロゼネカが開発中のワクチンに関しても12億ドルの先行投資と引き換えに3億回分の提供、アメリカが受けると、こういった契約がね、すでになされている模様なんですよ。これらのワクチン開発が無事に成功して市場流通するとしたら、アメリカにはね、比較的早めにワクチンが出回ることが想定されますよね。ワクチンによる収束スピードとそれに伴う渡航緩和について、年内に動きが出てくるということを願っていきたいところではありますよね。はい。では最後、フィリピン行きます。本日8月からですね、ロックダウンが1段階緩和される格好になっていますね。いよいよフィリピン全土において ECQ が解除されて、全てが GCQ、もしくはそれよりもね、下のレベルになってまいりました。しかしながら、依然として観光ビザでの渡航については禁止されている状況になります。渡航緩和に関しては、一部のね、長期滞在ビザをはじめとして段階的に解除していく流れではありますので、引き続きチェックをしていきたいなと思います。フィリピンについてはね、8月からの検疫緩和がちょうどね、昨日発表されたばかりなので、どこかで動画化をしてまとめていきたいなと思っております。ということで、以上、入国制限緩和の最新状況、8月上旬版ということでお話をさせていただきました。今週に関しては、ライブ配信を日曜日の午後4時から実施しようと思っております。海外に家族や恋人がいる方、仕事がある方、またはね、海外在住の方が多く参加するライブになっておりますので、リアルタイムにご質問されたい方にとっては、とても有意義な場になるんじゃないかと思います。お時間許す方、ぜひご参加いただければと思います。それでは、良い一日をお過ごしください。大輔でした。